皆さんこんにちは、花です。宇宙には解明されていない不思議なことがたくさんありますね。本日も皆さんを未知の空間へと誘います。今回は現在人類が確認できている星の中で一番大きい星をご紹介します。現在地球で一番大きい星と計測されている星はスティーブンソン 2-18 と呼ばれる星です。ご存知でしたでしょうか？この星が発見されたのは1990年頃です。しかしこの時点は一番大きい星ではありませんでした。2012年までは縦座融矮星が基地の構成で一番大きい星とされていました。2012年に再計算された結果、スティーブンソン 2-18 の方が大きい構成ということが判明しました。スティーブンソン 2-18 と縦座融矮星は同じ縦座にある星です。スティーブンソン 2-18 は他でケンタウルス湾にある巨大な3回星団であるスティーブンソン2星団の中にあり、地球から約19000光年離れた場所に位置している星です。では、このスティーブンソン 2-18 がどれだけ大きな星なのか、我々の地球から順番に探検していきましょう。地球がある太陽系で一番大きい星はご存知の通り木星です。木星は半径約7万 km あり、地球の約10倍の大きさです。質量は地球の318倍で、地球と比べるとかなり大きい星ということがわかります。しかしながら宇宙からすると最も小さい部類の星です。木星の質量の13倍までの質量の星を準褐色矮星と呼ばれています。では、準褐色矮星の次に大きい星を見てみましょう。こちらはグリーゼ 229b という星です。グリーゼ 229b は木星の40倍の質量があり、大きさは木星の 2.4 倍もあります。グリーゼ 229b のように木星の13倍以上の質量の星のことを褐色矮星と言います。褐色矮星は宇宙規模ではまだまだ小さい部類の星です。そして褐色矮星の別名をフィールドスターと言い、日本語では恒星になり損なった星という意味です。では、この恒星とはどのような星かご存知でしょうか？恒星とは太陽のように自ら光を放っている星のことであり、中心は圧力が高く温度も高温になります。これは星の中心温度が数百万度から約1000万ケルビンに達すると、中心で水素の核融合反応が始まります。というのは、4つの水素原子を1個のヘリウム原子に変えてエネルギーを発生することができるようになるのです。これが熱源となって圧力を発生します。そして重力によって収縮が止まります。この段階の構成を主系列星と言います。この主系列星の特徴として、質量が大きいほど熱くて明るくなり、短い命です。これは質量が大きいほど星の中心で起こる核融合反応が激しくなるからです。核融合反応が激しいほど、核融合に必要な水素を早く使い果たすことになるので、質量が大きい星は短命になります。次は主系列星を順番に見ていきますね。主系列星の中で最も小さい星の種類を赤色矮星と言います。それでは地球に最も近い赤色矮星とはどの星でしょうか？それはバーナード星です。実直径は
約22万4000キロメートルで、太陽の約5分の1程度です。質量は 16% 程度、密度は40倍、高度は2500分の1とされ、表面温度は約3000度と太陽よりも低く、太陽の半分の温度です。表面温度は約3000度というのは恒星の中では低い分類になります。温度が低いということは、ゆっくりと水素を使うため寿命が非常に長いということが赤色矮星の特徴です。バーナード星の寿命は約1000億年と推測されており、現在100億年と言われているので、人類の一生で置き換えると10歳前後、小学生高学年に値します。次はおなじみ我々がお世話になっている太陽です。太陽の半径は約70万 km で、直径が約140万 km となり、地球の直径の約109倍の大きさです。質量は地球の約 33.3 万倍にもなります。表面温度は約6000度で、先ほどの赤色矮星のバーナード星より温度が高いため寿命は短く100億年です。現在の推測年齢は約46億年と言われており、中心部に存在する水素の 50% 程度を使用しており、主系列星として存在できる期間の半分を経過しているとも考えられています。人類で置き換えると40代半ば、まだまだ働き盛りですね。さらに大きい星とはどんな星でしょうか。次はシリウスです。地球から見える太陽を除いた星で最も明るい星なので、聞いたことがある人が多いと思います。シリウスは大犬座の中の星で、冬の大三角形を形成している星でもあります。シリウスの大きさは太陽の 1.7 倍であり、質量は太陽の約2倍、高度は太陽の約25倍です。寿命は太陽より短く25億年と言われており、年齢は2億年から3億年ほどと推定されています。次の星にやってきました。この星はケンタウルス座ベータ星です。大きさは太陽の13倍と言われており、表面温度は25000度、明るさは太陽の4万倍と推測されています。表面温度が高く明るい恒星ほど寿命が短いので、ケンタウルス座ベータ星の寿命は約2000万年だと言われています。まだ目的のスティーブンソン2の18にはたどり着かないですね。次の星は大マゼラン雲の中にあります。R136A1 という星です。R136A1 は現在確認されている恒星の中で大きな質量と高度を持っており、最も表面温度が高い恒星と言われています。質量は太陽の約200倍、明るさは太陽の900万倍です。R136A1 の寿命はさらに短く数百万年と言われています。恒星の中で最も大きな質量を持っているのですが、一番大きい星ではないのです。不思議ですね。まだ旅は続きそうです。次に見えてきたのがガクルックス星です。質量は太陽の 1.5 倍ほど。大きさは太陽半径の84倍の星になります。太陽と比較すると質量の割に大きさが非常に大きいです。これは主系列星は核融合で水素を使い果たす前に核が高温高圧になります。すると核融合が急速に進むことになります。その結果、重力に逆らって星の外層から膨らみ、星が巨大化していきます。
このガクルックス星のように巨大化した星を赤色巨星と言います。太陽も寿命が近づいてくると現在の200倍の半径となり赤色巨星になると推測されています。次はベテルギウスです。先ほどのシリウスとともに冬の大三角形を形成している星です。ベテルギウスの質量は太陽の10倍から20倍の範囲であると計算されており、直径は太陽の1000倍の星です。肉眼で見られる恒星の中で最も直径が大きい恒星と言われています。ベテルギウスは赤色巨星よりもさらに大きい赤色超巨星と呼ばれています。赤色超巨星とは英語ではスーパージャイアントと呼ばれており、直径が太陽の数百倍から1000倍以上、明るさは太陽の数千倍以上ある恒星です。そしてその中のベテルギウスは1000万年も持たないうちに急速な進化を遂げているので、10万年以内に超新星爆発を起こして星の一生を終えることが予想されています。このように星にも一生があります。星の一生を考えながら夜空の星を見るとまた違った見え方がしそうですね。そろそろ旅の終盤でしょうか。赤色超巨星よりも大きい星の分類とされる極超巨星が見えてきました。極超巨星とは非常に質量が大きいため、極超巨星の一生は非常に短く、太陽のような恒星が100億年程度生きるのに対しわずか数百万年です。なので極超巨星は宇宙でも非常に珍しい星であり、現在でも数十個しか知られていないのです。そのうちの一つがピストル星です。ピストル星は質量が太陽の25倍、半径が太陽の300倍、明るさは太陽の330万倍です。極超巨星の中でも強い青色の光を放つので青色超巨星と呼ばれています。次に大きいのがカシオペヤ座の老星です。カシオペヤ座の老星は黄色極超巨星の一つであり、宇宙でも最も珍しい恒星のタイプの一つで、銀河系全体でわずか7個しか知られていない星の一つです。老星は太陽質量の40倍、半径は400から500倍、明るさは太陽の50万倍と言われております。この大きさ明るさがあるので、地球から数千光年離れていても肉眼で見ることができます。カシオペヤ座の老星は核燃料のほとんどを消費し尽くしていると推測されています。よってすでに超新星爆発しているが、その光はまだ地球に届いていないだけなのか、近い未来に超新星爆発すると考えられている星です。とうとうやってきました。今回の旅の終着点であるスティーブンソン2の18が見えてきました。スティーブンソン2の18は赤色に輝く赤色極超巨星です。大きさは太陽半径の2150倍、明るさは太陽の60万倍です。スティーブンソン2の18を一周しようとすると高速で9時間かかります。スティーブンソン2の18を太陽の位置に置くと土星の軌道さえ星の中に収まる計算です。現在の宇宙一の星の大きさを感じていただけたでしょうか。しかしながら星にも一生があります。スティーブンソン2の18も昔はここまで大きな星ではなかったと推測されています。スティーブンソン2の18が赤色極超巨星として存在できるのもごく短い期間だけです。恒星は膨張していくとその重力では最外層にある大気を維持できなくなります。結果、さらに多くの物質が維持できない状態に進んでいきます。最後は核だけを残して白色矮星になります。
白色矮星は恒星の進化の最終状態と考えられており、銀河系にある恒星の 97% 以上がこのような進化をたどると推測されています。最後に今日の旅のおさらいをします。太陽系で一番大きい星は木星で、直径約14万 km で地球の約10倍の大きさであり、準褐色矮星です。グリーゼ 229b は直径約16万 km、褐色矮星です。褐色矮星とは恒星になれなかった星、別名フィールドスターです。バーナード星は直径22万 km、主系列星の中で最も小さい星、赤色矮星になります。そして太陽は直径約140万 km、シリウスが直径約240万 km、ケンタウルス座ベータ星は直径約1200万 km。ここまでの星が膨張せずに大きさを保っている主系列星です。次にガクルックス星、直径約1億1700万 km、星の巨大化が進んだ赤色巨星です。ピストル星は直径4億2600万 km、青色超巨星の分類になります。カシオペア座の老星は直径6億2700万 km、黄色極超巨星であり、宇宙でも最も珍しい恒星のタイプの一つです。最後にスティーブンソン 2-18、直径約30億 km の赤色超巨星です。今回の旅はいかがでしたでしょうか。宇宙にはまだまだ謎がたくさんあります。このチャンネルでは宇宙や科学の神秘をお届けしていきます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。また、あなたの思ったことや最新情報をコメントしてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。